床がねえんだぞ。いでよほうき。あぶねえ。どうやったらほうきと大釜間違えられんだよ。レオナ君、フォローを頼む。雲よ、氷にその姿を変えておくれ。仕方ねえな。ツルツルしてて冷てえ床が。なんだこれ。雲の水分を利用して氷の床を作ったのさ。そしてそれを浮遊魔法で浮かせているロワ・ドゥ・レオンがね先輩として良きチームワークを見せられたかなこれ以上脱落者を出して減点をされたくないんだ。たく夢の中といい今回といいつくづく感心するぜ。ハーツラビルの上級生どもは本当に面倒見がいいらしい。ひな鳥みてえにピーチクパーチク泣いてれば何から何まで世話してもらえるんだろう。羨ましい限りだ。獅子は子を決して甘やかさず、時には谷に突き落とし、谷底から這い上がってきた者だけを真の獅子と認めるというサバナクロウもしかり、後輩を厳しく突き放すこともまた深い愛情がゆえ、私も天領前は厳しい先輩たちに何度も突き放されたものさ。ああ、懐かしき試練の日々を。てめえの場合はうざったすぎて寮生全員に邪険にされてただけだろ。っていうか別に俺たちは先輩たちに甘やかされてなんかねえし、あんたらは俺らと違って事前に競技内容知ってたわけでしょ。それで初見の俺らにマウント取るのずるくない？こっちはぶっつけ本番で空中に放り出されてんだから。はいはい、言い訳は後で聞いてやる。ほらとっとと走れ草食動物ども。ほら道を作ってやったぞお坊ちゃまたち。張ってでもついてこい必死に食らいついておいで。失敗は糧、傷は勲章さ。さあ胸を張って。ひな鳥もやがては大空を羽ばたく鷹になるのだから。まずいぞ、このままお荷物でいたらローズハート寮長に首をはねられちまう。分かってんだよそんなことは。絶対脱落しないでゴールしてやる。ああ、行くぞエースグリム。レオナたちのこと絶対見返してやるんだぞ。ほっほう、全員脱落してしまったチームもちらほらある中でルビーチームは健闘していますね。応援に熱が入っているようですね監督生君。しかし本番はこんなものではありませんよ。コースの全長は倍近くまで延長されますし、さらに複雑なギミックも次々と登場予定です。選抜選手たちには迷路を完走できる体力と、どんな場面でも仲間割れすることなく協力し合える忍耐力を身につけてもらいたいものですね。対抗戦が今から楽しみです。監督生君、当日も盛大な応援をよろしくお願いしますよ。私も本番に向けて応援グッズを作っちゃいましょうかね。はいよコーニちゃんたち、ご機嫌いかが？今日はウェイビーな天気だ。特別授業日和ってやつさ。天気がいいのは同意するが、どうしてサムさんがここに？聞いて驚け。今日のシーカーズギャザリングを引率するのはこの俺サムだ。サムが？あなたは購買の天使であって教員じゃないわよね。その通り。でもこの授業を引率するはずだった先生が残念なことに風邪をひいちゃってね。
ロイヤルソードアカデミーに勝つためには1分1秒が惜しい。彼らだけ自習にするのは忍びない。ってことで学園長にヘルプを求められたのさ。ですが購買の天使が引率を引き受けたところで全く旨味がないのでは。いやメン、そんなことはないよ。俺としても君たちには勝ってほしいんだ。なんせロイヤルソードアカデミーにはミセス T のドリームショップが購買として入ってる。悔しい話だが学内サービス業の売上シェアどちらもミスター S のミステリーショップはルーザーだけど、もし君たちがロイヤルソードアカデミーに勝ってくれたらビッグアップ、世界中のミステリーショップに学園対抗戦優勝校御用達って看板が立つってわけ。最高にデフな宣伝だろう。つまり誰も損をしてない。全員がラブ&ピース。さすがはサムさんだ。実にちゃっかりしていますね。アズールがそれを言うの？というか教員でもない人間に引率を任せるなんて、学園長はどういうつもりかしら。シーカーズ・ギャザリングは危険な魔獣と対峙することになる可能性も高い。もし何かあれば。おーい、怪我でも毒でもしっかり応急処置できる魔法薬はインストックナウ。立派な角の子鬼ちゃんが大暴れした時も先生たちの怪我にはミステリーショップの商品で対処したんだよ。俺の秘密の仲間たちも森の中で目を光らせてる。心配ご無用さ。さてじゃあ早速ルール説明といこうか。この競技は7人1チーム。クルーで協力し制限時間内に指定された素材を手に入れて持ち帰るんだ。素材といっても君たちが採取するのは植物や鉱石じゃない。この競技では魔獣が持つアイテムをゲットしなきゃいけないのさ。今回のターゲットは魔獣フロップトードの毒袋。カエルの毒袋だって。ただし魔獣を傷つける行為はワーク、即失格だ。魔獣本体を傷つけず素材を手に入れること。いいね。つまり対象を倒さずに素材を得なくてはならないわけか。一筋縄ではいかないな。そうね。魔獣に関する知識、戦略的な思考、そして状況に臨機応変に対応する柔軟さが求められる競技よ。確かビルさんは去年こちらの競技に出場されていましたよね。ええ、あの時は本当に大変な目にあったわ。さあ子鬼ちゃんたち、前方にある掲示板をチェックアウト。チーム分けが張り出してやる。チームを確認したら掲示板の下に用意してあるファイルと備品バッグを持って行ってくれ。中のファイルには魔獣の情報が書いてあるからしっかりチェックするのをおすすめするよ。ヘビチーム、ホタルチーム、ワニチーム、随分個性的なチーム名ですね。クールだろ。俺の地元じゃどれも人気の生き物たちさ。私はホタルチームね。ワニチームよりはマシかしら。おや、僕はビルさんと同じチームのようです。経験者がいてくださるとはなんて心強い。なんで虫の名前なんだ。ホタル以外のチームでホタル以外の残念ながら俺もホタルチームのようです。よろしくお願いします。ホタルチーム、僕もこのチームです。よろしくお願いします。アズール寮長とビル寮長が同じチームだなんてすごく心強いです。1年生の良い手本となれるように努力しましょう。なんだよこのチーム、ヒョロヒョロのやつらばっかりじゃねえか。まあいい、くれぐれも俺の邪魔をするなよ。あら、頼もしいわね。せいぜいか弱い私たちを守ってちょうだい。期待してるわ。ホタルチームここ。キャラコ。これで7名全員揃ったわね。戻ってくる時も全員揃ってるといいけど。みんな準備はいいかい？
それじゃあシーカーズギャザリングスタート。さて、まずは備品バッグに入っているものを確認してみましょう。魔獣の生態情報が記載されたファイル、ゴム手袋、採取用のトングにガラス瓶、それから救急キットですね。ターゲットの情報はこれね。フロップトード。沼地と樹上を生活圏とし滑空能力を持つ。3メートルほどに成長する個体もいる。思ったより大きいわね。頸部から神経毒を霧状に噴射し、吸入したものは即座に麻痺。1、2時間程度で自然に解毒され、命の危険はないとは書いてありますが、命の危険はなくとも毒斬りを食らえば制限時間内に素材を持ち帰ることは難しくなる。滑空能力持ちなのが厄介だな。樹上から奇襲してくる可能性があるということだろう。何ビビってんだよ。図体がでかいって言っても所詮はカエルだろ。楽勝だぜ。油断は禁物よ。魔獣を傷つけずに素材を得るのは思った以上に難しいわ。ビル先輩の言う通りだ。例の毒袋は親ガエルが卵を外敵から守るために卵の周辺を包むもの。往々にして産卵した後のメスは卵を守るために攻撃的になる。毒袋を手に入れられても魔獣を傷つければ失格。細心の注意を払って慎重に行きましょう。夜間に水辺に降りて産卵するらしいわ。水生生物は産卵場所の選定が非常に慎重です。おそらく外敵が近づきにくく卵が流されにくい水草の多い場所などを選ぶはず。なら川じゃなく湖か沼ね。まずは沼を見に行ってみましょう。カエルか。虫じゃなくてよかった。そういえばお前、虫が苦手なんだっけ？談話室に巨大な蛾が出た時、大騒ぎしてたよね。いや、苦手じゃない。大嫌いだ。正直、初夏の森なんか入りたくもない。奴らが絶対に潜んでいる。いないわけがない。というわけで、一刻も早く毒袋を採取して、キャンプ場へ戻るぞ。水面に水草が多く繁茂していますね。産卵場所としては適していそうです。水辺を観察して魔獣の痕跡を探そう。周囲の警戒を怠るな。さっさと見つけて終わらせようぜ。なんですか？来たわ。フロップトードよ。でけえ。離せ！カエルの下に絡め取られてる。くそ！やってやる！炎よ！待て！先輩！どうして？魔獣を傷つけたら失格だ。落ち着け。でもこのままじゃ僕たち。ジャミルさん、あなたのユニーク魔法でカエルを操れませんか？俺のユニーク魔法で操れるのは基本的な意思疎通ができる動物だけだ。もし意思疎通ができない相手にも使えるなら、俺は領内にいる全ての虫を操って追放してる。アズール、ジャミル、右よ。受け止めてくれー！舌で絡め取ったものを攻撃に使うとは。あのカエル、かなり知能が高いですね。仮にもチームメイトをあっさり見捨てるんじゃないわよ。あのハーツラビル寮生、完全に伸びてるみたい。実力が伴わないビッグマウス。3年生にもなってみっともないったらありゃしない。なんだ、妙な鳴き方を。まさか。体が動かない。噴射範囲が広い。
一気に3人も。くそ。一瞬で戦力が半分以下になった。